皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今回雑音が入ってしまったので BGM をつけました。すみません。今日はジャパニーズトークです。私は台本を用意していません。なるべくナチュラルなスピードで語彙コントロールをせずに話したいと思います。語彙コントロールのところで私いつも噛むんですよね。うまく舌が回らなくなります。はい。今日何を話そうかなって考えてたんですけれども、見えないプレッシャーについて皆さんと一緒に話したいと思います。皆さんはどんな時に普段プレッシャーを感じますか？普段の生活の中でプレッシャーを感じることってたくさんあると思います。これは学生だからとか、社会人だからとか、主婦だからとか、今仕事をしてないからとか、全然関係ないと思います。いつでも、どんな時でもプレッシャーを感じることがあるんじゃないかなって思います。私、この前ね、発表したんですけれども、新しい本を出します。多分もう出てるかな？3月19日に発売予定なので、もしかしたらまだ予約の段階かもしれないんですけれども、やっぱりなんか私もすごく普段からプレッシャーを感じます。でも最近思ったのが、なんかそのプレッシャーって誰かから与えられているものではなくて、勝手に自分で感じてるプレッシャーも結構あります。例えば本だと一冊も売れなかったらどうしようとか、なんかまだわからない先の未来のことを心配して勝手にプレッシャーを感じるっていうことが私はすごく多いです。で、なんでこんなにプレッシャーを感じるのかなって思った時に、どこかに期待している自分がいるんですよ。どこかにいい結果を求めてる自分がすごくいるんです。でも本の場合は、やっぱり私一人で作ったものじゃないんですよ。出版社さん、角川さんっていう出版社さんとか、ナレーターの方とか、デザイナーさんとか、編集してくれた方とか、もう本当にいろんな方が関わって一冊の本ができてるんですね。で、時間もかかっているし、だからそういった面で、やっぱりもし全然売れなかったらどうしようとか、もし誰にも興味を持ってもらえなかったらどうしようっていうプレッシャーはすごくありました。でも別に誰にも言われてないんですよ。誰にもなんかあかねさんたくさんこの本を売ってくださいねとか全然お願いされてなくって、で、関わってくれた人たちには、すごくいい本ができたからみんなに見てもらえたら、読んでもらえたらいいですよねっていう話をしていて、誰もあかねさんたくさん宣伝してくださいとか、たくさん売ってくださいっていうのは誰も言ってないの。誰も言ってないのに、私もやっぱり期待してるから、どこかでね。だから、すごくプレッシャーに感じてしまってたんですよ。そう。一つのものを作って世に出すって、本当に大変なことなんですよね。私、日本語教師をしていて、前の仕事も商品を作るっていう仕事じゃありませんでした。だから初めて何かを作る、商品を作る、本を作るっていうことを体験して、2024年にも一回やってるんですけど、一回一冊目の本を出してるんですけど、その時も本当にプレッシャーを感じました。で、それ以外でも、やっぱり他の仕事のことだったりとか、そうですね、普段のプライベートのことでも、やっぱりすごくプレッシャーだなと思うことはたくさんあります。で、あとは、私は日本語教師として学校で教えているので、やっぱり自分が授業準備をして、それを学生が理解できなかったらどうしようとかっていうプレッシャーはもういつもあります。2017年から日本語教師として働いてるんですけど、
このプレッシャーは常にありますね。あと、学校によって違うと思うんですけれども、やっぱり決められたスケジュールがあるんですよ。この時間には、このテキストの何ページから何ページまで終わらせなければならないっていう、その教師のスケジュールがあるから、やっぱりそれを時間内で終わらせなきゃいけない。そして学生にも理解してもらわなきゃいけないとかってなると、やっぱりプレッシャーですよね。そう。でも皆さんもやっぱ普段お仕事とか、テストとかね、学生さんはやっぱプレッシャーを感じませんか？前も話したかもしれないんですけど、誰かからの期待って、やっぱりプレッシャーに感じることってありますよね。例えばですよ、両親が子供に対して、じゃあ次のテストいい点数取ってねとか、あとやっぱり教師も期待することがありますよね。次のテスト頑張ってね。何点取ってね。何点以上取ってねとか、やっぱりそういうのって学生の立場とか子供の立場で考えるとすごくプレッシャーなのかなって思います。でも期待をしているっていうことは、その人ができると思ってるから期待してるんですよね。多分この子だったら大丈夫だろう、できるだろうと思ってるから期待してるんですよね。そもそも多分、もしちょっと難しいなって思う人に対しては、そんな期待はしないと思うので、期待されてるってことはいいことだと思うんですよ。でもやっぱりそれが重なっていくと、プレッシャーに感じる人も多いんじゃないかなって思います。なんか私、前出版した時に2024年に出版したんですけど、出版して本出版した終わったって思った瞬間に他の人からあかねさん次何するんですかって言われたんですよ。次はどんな本書くんですかとか、次はどんな新しいことをするんですかって言われた時に嬉しかったんだけど、その嬉しい気持ちと同時にちょっとプレッシャーに感じてしまいました。わかるんですよ。その人は期待してくれてるからそうやって声をかけてくれたと思います。でもなんか私にとって一冊目、もう今回の本もそうだけど、出版するって本当に簡単なことじゃないんですよ。で、それがやっと終わって、ちょっと落ち着ける。ちょっと自分の時間ができる。ちょっと別のことをしたいなって思った時に、次はどうするんですか？次はどんな目標ですか？って言われた時に、ちょっとプレッシャーに感じました。正直に言うとね。嬉しいんだけど、でも、私ってそんな期待されるほどの人間じゃないんですよ。なんか、本当にそうなんですよ。なんかもう聞いてみんな。なんかさ、YouTube とかさ、インスタとかでさ、登録者とかフォロワーが多いって思われるかもしれないけど、関係ないんだよ。本当に。私の周りの同じね、日本語教師をやってる人で、もう素晴らしい人が本当にたくさんいるんです。でもその素晴らしい先生方は別に YouTube もやってないし、インスタもやってないんですよ。でも教え方もすごく上手だし、日本語教育の経験も豊富だし、知識もすごく豊富なんですよ。だから、なんか、本当になんか自分を比べちゃいます。そういう素晴らしい先生たちがいるのに、なんか私って何なんだろうって本当に思うんですよ、最近。そういうね、いい環境で今働かせてもらってるので、学校で。だから、すごくありがたいなって思うんですけど、いつも自分に対して言ってるのは、YouTube やってるから偉いとかはないし、インスタグラムやってるから有名じゃないし、やってない人で素晴らしい人は本当にたくさんいるから、あなたは、あかねさんは、本当にそういう人たちからいろんなことを学んで、勉強して、
成長させなきゃいけないよっていうのは最近本当に意識してます。なんかやっぱり数字で見られちゃうじゃないですか、 YouTube とかって。この人何万人もいるからすごいとか、私も思うよ思うけど、例えばさ100万人いますとかって言われたら、この人 YouTube の登録者数100万人もいるんだ、すごいなってもちろん尊敬します。素晴らしいと思う、本当に。でも自分がそう思われた時に、いやー私そんなことないだけどなって最近すごく思うようになりました。なんかそれもプレッシャーなんですよ。私働いてる学校とか言わないんですけど、行ってないんですけど、学生でね、やっぱり知ってくれてる人はいるんですよ、私のことを。入学した時にもしかしてあかね先生ですかって言ってくれる学生が時々います。でもさ、YouTube で日本語を発信してる私と学校で教えてる私ってやっぱり違うんですよね。そう。だから、YouTube 登録者数60万人いる。この人だってなんか期待されるとやっぱりプレッシャーですよね。YouTube でこうやって発信してる内容と学校で教えてる授業ってもう全然全く違うことなので、それをちゃんと理解してもらった上で、もちろん理解してもらった上でっていうか、私がちゃんとそれをやっぱり理解してもらうように説明しなきゃいけないなとは思っています。そう。いや、本当にそうなんだよ。なんか、素晴らしい先生方って本当にたくさんいるんですよね。だから YouTube とか SNS が全てじゃないって本当に思います。でもこれは日本語教育の世界だけじゃなくて、どの世界も同じだと思います。やっぱりこうやって発信してる人って目立つかもしれないんだけど、でも発信してない人の中に素晴らしい人って本当にたくさんいるから、難しい世の中になったなーって本当に思います。SNS ができてからなんかやっぱりすごく変わりましたよね。もちろんね、この動画を見てる方の中にはもう子供の頃からずっと SNS やってるっていう人もいるかもしれないから、そういう人にとっては今の世界が、今の世の中が当たり前かもしれないです。でもやっぱり私みたいに途中から SNS に触れてきたものにとっては、一言で言うと不思議な世の中になったなって思います。いい意味でも悪い意味でも。ね、何の話だったっけプレッシャーについてだ。そう。今日はね、ちょっとプレッシャー、私がどんな時感じてるかとか、どうしてそういう風に感じるのかっていうのを少し最初の方に話してみました。皆さんもどうですかね？同じような経験がありますか？ぜひコメントで教えてください。今回撮影させてもらってる場所は、ホテルです。その動画はもう出てると思います。すごく素敵な空間なので、気になる人はぜひ概要欄にホテル名と、あとインスタを貼っておきますので、見てください。では、今日はここまでにしたいと思います。いつも見てくださって本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。